今日はチーズ磯辺焼きを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、チーズ磯辺焼きを作っていきたいと思います。今日はですね、切り餅のアレンジレシピをご紹介していきます。今回のアレンジはですね、切り餅の間にチーズを挟んで、そして磯辺焼き風に仕上げていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。今回2種類ご紹介していきたいと思います。まず最初にベーシックな味の方からご紹介します。材料はこちらです。切り餅、焼き海苔、ベビーチーズ、お醤油、みりん、お水、お砂糖、こちらの材料を使って作っていきます。まず切り餅ですね。今回は2つ分作っていきます。そして磯辺焼きということで、こちら焼き海苔をね巻いていきたいと思います。そして中に入れるチーズなんですが、今回はベビーチーズを使用していきます。こちらはですね、お好みのチーズを入れて作っていただいて OK です。ではもう一つはですね、韓国風に仕上げていきたいと思います。材料はこちらです。切り餅、ベビーチーズ、韓国海苔、焼肉のタレ、お水、こちらの材料で作っていきます。韓国バージョンはですね、こちら切り餅1個分で作っていきます。海苔に関しましては韓国風なので、韓国海苔を使っていきたいと思います。味付けは焼肉のタレだけなので、すごく簡単に作ることができます。こちら甘辛、中辛、辛口、お好みのものを使用してください。ということで早速作っていきたいと思います。それでは作っていきます。まずですね、こちらチーズから切っていきます。こちら取り出して、そしたらこちらをね、まず縦にねスライスしてください。手を怪我しないように注意しましょう。そして縦に切ったら今度は半分に切ります。こんな感じです。このように1個を4等分にしてください。ではね、韓国バージョンの方も切っていきます。こちらも同じように半分に切ります。また半分に切ってください。こちら1個分だけしか作らないので2つ余ると思います。こちらをねそのまま美味しく召し上がってください。それでは続いて海苔ですね。こちらは縦半分に切ります。だいたいね 2.5 センチ ×9 センチぐらいの幅になってます。こちらは目安にしてみてください。もう1枚もね同じように切って4枚準備しておきましょう。続いて韓国海苔です。こちらも半分に切ります。このように切って準備しておいてください。それでは続いてお餅ですね。まずこちらをね半分に切ってください。硬いのでね手を怪我しないように注意しましょう。そしたらねこの切り口を上にして半分にスライスします。この時も怪我をしないように注意してください。はい、こんな感じでスライスします。スライスしたら先ほどね切っておいたチーズを挟みます。そしてぎゅーっとねちょっと押さえつけてください。ぎゅっと押さえつけます。こんな感じです。このセットをねもう1セット作っていきます。必ずねぎゅっと一度ねチーズを潰してください。はい、こんな感じです。そしたらね韓国風の方も同じようにねチーズを挟んでいきます。はい、お餅の準備はこれで OK です。そしたら今からねこちらをフライパンで焼いていきます。それではねフライパンでお餅を焼いていきます。まずですねフライパンの底にこちらくっつかないタイプのアルミホイルを敷いてください。そうするとねお餅に火が通る前に焦げてしまうのを防ぐことができます。はい、このように敷いてください。そしたらここにお餅を置いていきます。最初はねプレーンタイプから作っていきます。お餅を置いたら火にかけましょう。火加減弱めの中火ぐらいです。これで蓋をします。このまま焼き色がつくまで一度焼いてください。それでは蓋を開けます。だいたい 2,3 分ぐらいですね目安にしていただくといいかなと思います。そして焼き色をチェックしていい感じに焼き色がついたら裏返してください。その時ねやけどしないように注意しましょう。裏返したら軽くねこうやって押さえつけてください。そして片面も蓋をしてこのまま同じように焼き色がつくまで焼いていきます。
はい。で、こちらも大体同じぐらい焼いていただいて、蓋を開けます。そして焼き色をチェックして、いい感じに焼けてたらですね、今度は側面を軽く焼いていきます。側面はね、もう軽くで大丈夫です。軽く炙るイメージですね。炙ってください。ちょっとね、お箸でギュッとお餅同士をくっつけてみてください。こうやってね、側面も焼くと形がね、崩れにくくなります。側面全体やったら一旦火を止めます。そしてアルミホイルを取り外しましょう。そして最後仕上げていきます。まずここにお水、そしてお砂糖、みりん、そしてお醤油を入れます。加えたら火にかけて、そして全体に煮絡めていきましょう。このようにお箸でね、転がしながら煮絡めてください。火加減は中火から弱めの中火ぐらいで調整しながらね、加熱してください。そうするとね、さっきのちょっと硬さが抜けて、お餅もね、だんだん柔らかくなってきます。はい、OK です。このようにね、しっかり煮絡めてください。ではね、最後仕上げですね。海苔をね、置いていきます。海苔の裏側をね、表にしましょう。そしてお餅をね、海苔の真ん中にのせます。よいしょ。こんな感じです。はい、そしてあとはね、くるっと巻きましょう。熱いのでね、やけどしないようにだけ注意してください。これで完成です。このようにとても可愛い仕上がりになってます。それでは続いて韓国風ですね。こちらも同様にくっつかないタイプのアルミホイルを敷いてください。そしたらここに先ほどと同様にお餅を置きます。ちょっと押さえつけましょう。このように置きました。そしたら火にかけて、火加減弱めの中火ぐらいです。こちらも同じように蓋をしてまず焼いていきます。はい、蓋を開けます。いい感じにね、焼き色がついたかチェックしてください。だいたい2分ぐらいしたらね、一度チェックしてください。いい感じにね、焼き色がついてたら裏返します。よいしょ。軽くね、裏返したらこちらも押さえつけましょう。はい、そしてまた蓋をします。片面も焼き色をつけていきましょう。はい。で、またね、2分ほどしたら焼き色をチェックします。あとは側面を軽く焼いてください。この時、先ほどと同じようにちょっとギューッとチーズとね、お餅をくっつけてください。側面はね、大体で大丈夫です。はい。で、お餅も柔らかくなって火が通ったら火を止めます。そしたらね、アルミホイルは取り外します。よいしょ。では最後仕上げですね。ここに焼肉のタレと、あとはお水ですね。これを煮絡めていきます。そうするとね、こっちもね、お餅がね、とろっとしてくると思います。はい、OK です。このようにね、しっかり味が馴染んだら取り出してください。そしたらね、こちらも同じように海苔で包みます。真ん中に置いて、そしてくるっとくるんでください。はい、こんな感じです。残りもね、同じように海苔でくるみます。よいしょ。やけどしないようにくるんでください。韓国風はこれで完成です。このようにとても可愛い仕上がりになってます。はい、これでチーズ磯辺焼きの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにチーズはとろけて美味しそうに仕上がってます。そしてこちらがアレンジで作った韓国バージョンです。ぜひこちらも試してみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではまずね、普通の味付けの方からいただきたいと思います。いただきます。チーズがとろけてすごく美味しいです。では続いて韓国風もいただきたいと思います。いただきます。韓国風はね、この焼肉のタレとあと韓国海苔がすごく合います。こちらはね、ちょっと癖になる味わいですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のチーズ磯辺焼きのポイントです。まず今回はですね、2種類の味付けをご紹介しました。一つはベーシックな甘辛味、もう一つは焼肉のタレベースで作った韓国風の磯辺焼きです。こちらね、両方すごく美味しいのでぜひ作ってみてください。そして今回はですね、一つの切り餅を半分にして作りました。こちらね、1個サイズで作っていただいても OK です。好みの大きさに切って作ってみてください。そしてまずですね、今回中に挟むチーズはベビーチー
ーズを使いました。こちらのチーズに関しましてはお好みのものを使用していただいて OK です。ただとろけるチーズに関しましては結構ね、焼いてる時に流れ出てしまいますので、とろけないタイプのチーズを使っていただくのがいいかなと思います。そして切り餅を半分に切った後なんですが、さらに半分にスライスしてください。ただ切り餅を切る時はですね、少し硬いので怪我をしないようにだけ十分に注意して切るようにしてください。そしてその後ですね、チーズをサンドして軽くギュッとしていただいて、あとはフライパンで焼いてください。フライパンで焼く時なんですけれども、くっつかないタイプのアルミホイルを敷いて今回焼いてます。1枚敷いていただくことでお餅が焦げにくくなります。ただですね、こういったくっつかないタイプのアルミホイルがない場合はサラダ油を薄く敷いて焼いてみてください。そして焼く時なんですが、焼く時は必ずね、蓋をして蒸し焼きするようにしてください。そしていい感じに焼き色がついたら裏返して片面も焼き色をつけて、そして片面も焼き色がついたら側面をね、軽く焼いてみてください。全体的によく焼けたらアルミホイルを外して、そして調味料を加えて煮絡めてください。そして煮絡め終わった後はですね、海苔を巻いて仕上げてください。この時ね、お餅が結構熱いのでやけどしないようにだけ注意していただけたらと思います。もしね、チーズがあんまり溶けてないなと思った時は電子レンジでね、少し加熱してみてください。そうするとね、中のチーズもとろっととろけてくると思います。サイズもね、一口サイズなのでおやつなどにもいいかなと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はチーズ磯辺焼きを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。